talked about. Now in the movies, すべてがうんこに見えてきた。どうも、うんこリストのベンジャミン・ビーフストラノです。100年前にスペイン風邪が流行し、多くの人が亡くなったのはご存知と思いますが、100年前が今と衛生環境が全く違うとはいえ、スペイン風邪とはインフルエンザのことですよね。それにもかかわらず、あんだけ人が世界中で亡くなったということは不自然に感じませんか？そこで今日は実際何が原因で本当に人々が亡くなったか、なぜ日本の死者数が低かったかの話をしたいと思います。一般的なスペイン風邪のイメージは、世界中で当時の人口20億人中5億人が感染し、4000万人から5000万人が死亡した。感染のピークが3回あって、第2波が一番大きかった。こんな感じでしょうか。コロナも第2波がやばいとか言ってる人の根拠にもなったりしてますね。今回はワクチンと投薬にフォーカスしてスペイン風邪で一体何が起こっていたかを紹介していきます。今回参考にしている引用元は概要欄に URL を貼っておくので、気になる方はチェックしてみてください。まずスペイン風邪と言われてますが、第一次世界大戦で報道規制が敷かれている中、中立の立場を取っていたスペインが大きく報道したためスペイン風邪になりました。スペインで最初に流行ったからではないですね。その上、責任の所在地を変更するのにも都合がいいですよね。実際に当時初めてスペイン風邪の症状が報告されたのはアメリカのカンザス州フォートライリーで、そこでは大規模な軍事ワクチン接種実験が行われていました。実験内容は1918年1月21日から6月4日まで、ニューヨークのロックフェラー医学研究所が馬で培養した実験的細菌性髄膜炎ワクチンをフォートライリーの兵士へ接種させたものです。ワクチンは3回打つと計画されていたのですが、1回目のワクチンを打った4792人中1090人の兵士が3回目の投与の時はいなかったんです。ちなみに1回目2回目のワクチンを打った兵士からは咳や嘔吐、下痢、つまりインフルエンザと同じような症状が報告されており、細菌性髄膜炎の症状だったのですが、医師はこれを認めずにインフルエンザと診断しました。3回目の投与の時いなかった兵士の行き先は正式には報告されていないのですが、別の基地やヨーロッパの戦地、地元の診療所に行ったとされます。まずは軍隊を中心にアメリカ国内で拡大、その後戦地のヨーロッパへ。当時は第一次世界大戦真っ只中、狭い兵舎や電車、船舶への移動、不衛生な塹壕と、ここに伝染病が広まる環境は完璧で、細菌性の肺炎も同時に流行りました。また当時のロックフェラー研究所の報告資料によると、アメリカが戦争に入る前、研究所はイギリス、フランス、ベルギー、イタリアおよび他の国からの要求を満たすために抗髄膜炎血清の調整を再開しましたとあります。具体的な血清とワクチンの生産数、各国の使用数は分かりませんでしたが、このことから髄膜炎が同盟国を中心に広まっていたことが分かります。細菌性髄膜炎で知らなかった人は細菌を他の人にまき散らすクラウドアダルトになって他の人に移す。これと季節性のインフルエンザを合わせたものが第1波の正体ということですね。では第2波はどのようにして起こったか。第2波が起こったのは1918年8月頃からです。第一次世界大戦収束と一致しますね。実はこの時ワクチンメーカーは大量のワクチンが余っていたんです。ワクチンを打ち始めてから第一次世界大戦終戦までが想定より早かったからです。この時ワクチンメーカーは医師に向けて、第一次世界大戦後さまざまな病気に感染した兵士が帰ってきて病気が蔓延する恐れがあるので、いろんなワクチンを持っておく必要があると言って帰ってきた兵士に対して複数のワクチンを打たせようとしました。これの原因はワクチンによる疾患によるものが多数だったでしょう。すると前打ったワクチンが効かなかったと言っていろんな種類でワクチンを打ったんですよね。当時兵士には14から25回さまざまなワクチンもしくは病気や毒性血清を主としたものを打っていたとされ、当然不要にワクチンを打ち込まれた兵士はワクチンによる疾患で死に至るということです。もちろん民間人にも予防接種でワクチンが打ち込まれました。当時実験現場にいたエレノア・マクビーンによると、
医師も含めてワクチンを打った人だけが死んでいったそうです。また予防接種を受けた兵士の間では、予防接種を受けていない民間人よりも7倍多くの病気があり、中でも陸軍の病院は成長した男性がかかるはずのない乳児の病気、小児麻痺の症例でいっぱいだったそうです。まだ終わりません。ワクチン接種によっての死亡や疾患に加えて、拍車をかけたのが解熱に使うアスピリンです。アスピリンは1917年に製造特許が切れ、多くの製薬会社が製造をしていたので、在庫がめちゃくちゃあったんですね。スペイン風邪が流行してからアスピリン販売量は前年の2倍に跳ね上がったそうです。当時の服用方法は副作用が出るまでアスピリンを増量して、それから少し減量していく方法でした。1918年9月から10月にかけて、公衆衛生局長官や海軍医学雑誌等が外国ではアスピリンで症状改善に成功していると、アスピリンをスペイン風邪に推奨したんです。これにより医師はアスピリンを大量に使うようになりました。どれだけ使っていたかというと、現在分かっているアスピリンの中毒量が1日 3g から 4g 以上なのに対して、スペイン風邪患者には 8g から 31g 使っていたそうです。現在では1回 0.5g から 1.5g 頓用し、1日2回まで、1日最大 4.5g が限度とされています。このことからどれだけ危険なアスピリンの量を使用していたかということも容易に推測できます。こうやってアスピリン中毒症状の全身臓器のむくみが起こり、肺水腫になったんですね。この図を見ても分かるように、アスピリンを推奨した時期と死亡者に相関関係があることが分かります。当時は戦時中だったので完全に正しいデータではないようですが、スペイン風邪の死亡率は全世界で 2.5% から 16% だったのに対して、日本は 1.6% から 2% と低かったようです。その理由の一つとしてはアスピリン不足とも言われていて、当時の主なアスピリンの製造はドイツのバエル社で、日本は第一次世界大戦時はドイツと敵対していたため、アスピリンは輸入できなかったんですね。国内でも武田などの製薬会社が生産してたんですが、大量生産できた頃にはピークは過ぎていました。またワクチンに関しても強制接種がなかったのも大きいとされています。日本がお金がなかったのが幸いしています。しかし残念なことに、お金を持っている人や海外とつながりがある有名人などはアスピリンを手に入れてしまい、亡くなってしまったケースがあるようです。逆に当時アメリカでも一部の地域では薬物等を処方しないで水療法、入浴、肝腸、断食などシンプルな治療法に自然食の食事で 100% 近い治癒率を達成した話もあります。結局はウイルスに負けたというわけではなく、人類は自滅しているというのが垣間見えます。今も昔も情報操作と医療詐欺でパンデミックが起きている可能性は高いということですね。つまりスペイン風邪の正体は最悪の薬漬けキャンペーンだったわけですが、ここから学べることは何でしょうか。それは製薬会社や大きな財団の力によって新たな病気が作られたり、薬を意図的に処方されることがある。世の中の常識が間違っていることがあり、鵜呑みにして流されると最悪死んでしまう。この2つの教訓は間違いなく現在でも活かせます。ちなみに先ほど出てきたアスピリンは解熱剤、非ステロイド性炎症薬というんですが、現在でいうロキソニンやイブ、バファリンにあたります。脳死もそうですね。皆さんも一度は使ったことがあるんではないでしょうか。これらはインフルエンザの時に服用するとインフルエンザ脳炎や脳症を引き起こすとされており、注意が必要です。昔と違い自分で情報を手に入れることができるようになった現在、新型コロナウイルスをスペイン風邪の再来にしないためには個人の知識、行動にかかっているのではないでしょうか。それではまたお会いしましょう。See you!